家系とか、はいラーメンの幅を広げる。はい。こんにちは、どうぞ。お店の温かさ。あはい、ありがとうございます。あ、すごいっすね。おかえりなさい。気づいたらなくなってました。ありがとうございます。自分の彼女の親が来たと思って接客しろみたいな。こんにちは。おお、いらっしゃい。ラーメン界一カラッとしてる。お待たせしました。片面お待たせです。お待たせしました。ありがとうございます。ラーメンの注文ありがとう。お待たせしました。今さ。油重要だ。中油は2種類使われてるので。うちはいや1種類なんだけど、はい。こっちは親鶏、親鶏の油で香味野菜を揚げてる。こっちは煮出してる。で揚げたこの香味野菜と親鶏を最終的にこっちに移しちゃって一緒に揚げたのを煮出す。なるほど。そうすると香りの出方全然違う。今の三浦屋は煮込みと肉を頻繁にはい。入れ替えてフレッシュなのを中間なね感じで今仕上げてるんですよ。はい。寸胴のここから下半分は煮込み続けて、ここから上はもう常に頻繁に取り替えて。スープこれしか入ってない。こう三浦屋さんって言ったら店主の三浦さんがこう総大将も武蔵屋の方やられてるじゃないですか。こう位置づけがどういう感じなのかなっていうのをちょっとお聞きしたかったんですけど。位置づけは何だろう。三浦屋店主兼県って感じなんです。武蔵屋。じゃあちょっと別物別物はじゃあ別物で考えた方がいいんですね。そうそう。ただまあ僕個人なんですけど、はい武蔵屋のここがもうフラッグシップというか、はいまあ、ここでいろんなことを試したりして、はいはい例えば家系とか、はいラーメンの幅を広げるはい。可能性を模索してます。なるほど。これ本当にいいなと思ったことを仲間に伝えたりとか、まあそれは別になんかそういう仕事とかじゃないですけど、はい僕個人的にああ、なるほど。武蔵は本当美味しいんで大好きな味で、それを進化させるとかそういう感覚はあんまないですけど、ああ、なるほど。じゃあ今の仕事の比重というかは三浦屋さんがメインにはなってらっしゃるんです現場自体はもうまあ、朝一からか。はい。現場にする。あ、そうなんです。そういない時はないですけど、ずっといない。武蔵屋の方は何て言ってるかな、例えば相談を受けたりとか、はいこうした方がいいんじゃないかあということをそういう各店主たちと話したりあ、なるほどなるほど。してます。まあ、ちょっとこうみんなの兄貴的な存在でこういらっしゃるって感じなんですね。そうですね、大切な仲間が各地90店舗ぐらいある。そうですよね。今ちょっと煮込んでるんですけど、はい。そうだな、10時前ぐらいにはから上のやつは全部こっちサブスープっていう、左側がサブですか。こっちがメインですね。あ、左側がメイン。こっちがサブです。全部崩しちゃって、また新
らしいんです。あ、なるほどです。ですけど直径とか全部取っちゃうんですけど、うちはここから下半分はい。げんこつとか骨とかは煮込み続けて、はい。煮込みとフレッシュをこう合わせたスープを作る。なるほど。低温じゃないですけど低温気味に作るんで、ちゃんと血抜きしないと血っぽい味がする。煮る前に一回外のタンパク質凝固させて、中にある血こういうのをずっと出して、中からこう出てくる身が締まってくる。あと温度計で温度管理しながら大体8時間ぐらい。8時間。そうですね、営業終わってからできる。じゃあ明日の分。そうですね、明日の分ですね。冷やさないと美味しくないんで、出来上がってギュッと冷やして味が染み込んでいく。そうですね。肉の中も安定するんですよ。出来たて切っちゃうともう中の水分安定しないのでどんどん出ちゃう。歯切れも悪いですね。卵を温めます。出す直前に出して。これやるだけでもう超柔らかいですから。全然違う。ああ、確かに確かに確かに。中の黄身が固まらないぐらいの、人肌よりちょっと赤るぐらいかな、うんうん。ぐらいの温度でじんわり。じんわりじんわりこう火通らないギリギリのラインで中まで温めてる。そうすると家族の大切な宝物になる。近づいてきた連休による感染症予防の一つとして家族のワクチン接種について考えてみませんか。でこれを燻製します。おお。うちは前までは、チャーシュー全部燻製してたんですけど、はいはいはい。今はこの細切れのチャーシューだけ燻製にして、でこれラーメンに入ってる。はい。混ぜるともうスープにこう粉糖が移るように。なるほどなるほど。普通に最初の飲むと普通の家系なんですけど、はいそこからこう混ぜると粉糖が出ます。これも新しくなってから飲みました。前みたいに投資営業だとどうしても8時間煮るとか無理なんで、今はそれができるようになって、この柔らかさは出せないです。もうちょっと濡れてる感じわかります？はい。わかりますわかります。繊維は完全にこうほぐれてるんだけど、水分が抜けてないこの状態がこれマックスです。これまだ冷えてるんで、これが暖かくなったらもう口の中で溶ける。これをね、焼きでやるのは結構簡単なんですけど、はい。煮でやるのがすごい難しい。煮にこだわった理由っていうのはあるんです煮のが難しいからですね。か。単純に。あえて難しい方に挑戦された。そうですね。まあでも一番は美味しいから。おっす。はいどう。毎度です。あれ、お稲荷さんですか。お客さんです。いつもお稲荷さん作って持ってきてくれるんですよ。あ、そうですか。差し入れ。あ、お客様からですか。お客様すごい。すごいでしょこれ。本当はありがたいことにそういうこと結構あるんですけど、はいはいはい。まあちょっとうちは異常かなっていうぐらいもうありがたいこと。なるほどなるほレオナって言うんですけど、はい彼女がちょっとグミが好きだっつったらみんなグミだってきて。ど。もうあれですね。18歳の子だったらもう可愛い可愛いですもんね。可愛いレオナグミ一生困らないとか言ってたよね。あ、もう差し入れのグミで。嬉しくて家帰ったらそこを食べてとかやってます。ああ、なるほど。時刻は10時6分です。アパート売買管理の武蔵コーポレーションがお送りするナッパールドラフィックです。いろんなところの店主もこう自分の中の自分があるんです。うちは煮込む系は下で、トッカイル系が上なんで、上は肉がついてるやつがあってます。半分から下ぐらいは骨っぽいやつ。大体1時間前このぐらいに鶏はすぐ効いてくるんで。武蔵屋さんは鳥入ってないですか。鶏は入れてるとこと入れてないとか。ロッキー足んねえかもな。ちょっと外しといた方がいいかもしれない。グルメきっかけブロガーと出会いは皆さん連載から
なんかこう聞いたらやっぱ納得いかない時は営業時間遅らせたりしてでもああ、そうです。うちなんかよく休みます。ずっと休みやがってって言われますけど、でも美味しくないの出したくないんで。やっぱそこで朝で味見をしてこうちょっと違うなってなったら調整とかこういろいろしてっていう感じそうですね。前日のスープの残りの味見して、ってなって、そこからまあある程度こう肉入れていくと味戻ってくるんですけど、戻んねえなっていう時はごめんなさいして。週何回食ってんだろう。そうですよ毎朝毎朝必ずで夜も食べるんで。あ、なるほどすみません、お待たせしました。どうぞ。いらっしゃいませ。はい、こんにちは。食べ方すみません。一番プロからどうぞ。いらっしゃいませ。今日も祝電のメッセージ考えるんですけど、祝電を毎週メッセージ考えるってラーメン硬い順でいきますね。ラーメン大順です。常お待ちください。どうぞ。行きましょう。お願いします。こんにちは、よろしく。はい、上ラーメンに変更ですね。固め薄め。どうぞ。お待たせです。こんにちは。おお、いらっしゃい。こんにちは。峰様お待たせしました。お待たせです。のり玉行きましょう。はい、お願いいたします。はい、上ラーメンのり玉。はい、もうちょい上ね。おっす。はい、じゃあ、いらっしゃい。ました。ごゆっくりどうぞ。わかります。のりラーメン大盛りの固め濃いめです。お待たせしました。じゃあ固め薄めからお待たせですね。上ラーメンのお好み普通のもちゃです。お待たせしました。もちゃが上に2枚の欲しいか。はい、すぐ出しました。まだしょっぱかったら言ってください。ありがとう。いってらっしゃい。おい、ありがとう。YouTube の食べた感想言ってあげる。マジですか。ジャンプかな。いいですか。いやもう本当にもうめちゃめちゃうまくて気づいたらなくなってました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。二口。充電用のコード、電保証を設定してメーカーと感謝策。どうも。ありがとうございます。ラーメンの注文よりお待たせしました。今さん。ちょっと待ってくださいね。本当ね。1180円だよ。これなると車洗ってコーティングしてたりな。お問い合わせは0120。ありがとうございます。どうも。お手で助かります。またよろしくお願いします。またお待ちしてます。すみません、ちょっと順番で
さい。いつもこの量一人で召し上がられるんですか？そうっす。まあ食べたり食べなかったりなんかその時の体調すごいっすね。おかえりなさい。よっしょ。お願いします。じゃラーメンの中盛りお好み普通からお待たせしました。奥さんによろしくお伝えください。またお待ちしてます。赤ちゃんにも。次はご家族でまた。ラーメン濃い薄いあったら言ってください。何さんご飯食べれそうだったら言ってください。はい。はい、一輪さんお待たせしました。どうも。皆さんお待たせです。こんにちは。はい、ほうれん草抜きの上ラーメンお待たせしました。でもともとラーメン好きっていうのを聞いたんで、食べに行きたかったんですよ、ずっと。あ、なるほど、はいはいはい。なんですけど、ずっと並んでそうですよね。並ぶ勇気がなくて、じゃあ働いてしまえと。なるほどなるほど。お兄さんありがとうございます。ありがとうございました。いらっしゃい。三浦屋の魅力って何ですか？いや最初入ってびっくりしたのは、お店の温かさとああ、はい。みんないい人うんで、でお客さんと違うはい話すじゃないですか。はいはい。そういうのもなんか今までない光景だったんで、なるほどすごいなるほどいいなと思って、で自分もなんか話せる側になりたいなとう思って、んうんうん。お客さんと話すのにはどうしたらいいんだろうとか思って、いろんなバイトとかもいろんな人の見て学んでたって感じです。じゃあ今働いててやっぱり楽しいですか？すっごい楽しいです。なんかお客さんとも話せるようになってきて、それもすっごい楽しいですし、自分のことを覚えてくれるっていうのもすごい嬉しくて、何度も通ってくれるお客さんたくさんいるんで、そういうのもすごい楽しいし、お客さんのお好みとか覚えられる時がなんか嬉しいし楽しいなって思って、それがやりがい感じるなって。あ、そこにやりがいを。なるほどですね。ありがとうございます。次、片目、小に目、油少なめののりマッシュ。はい。結構重いのでおろしてください。はい。兄さんありがとうございます。いらっしゃい。中間に行きます。兄さんと師匠の片目お待たせでした。お待ちどおさまです。柔らかめうまいっすよね。10年前のちょうどいいっすか。はい、
一番のこうコンセプトとか売りとかっていう部分って、そこは接客っていうところに重きを置いてるんですか？接客ってなるとなんかそういう技術とか、はい。英語にしようかスキルそういうことになっちゃうんですけど、だから僕はそういうことじゃなくて、なんだろう、まあ当たり前のこと言ってるんですけど、嫌なことされたら嫌だ、そうですね。いいことしたら嬉しいだろうっていう感じですね。なるほどなるほど。よく言うのはその自分の彼女の親が来たと思って接客しろみたいな、いろいろ気になっちゃうじゃないですか。確かに。まあだからなんだ、いらっしゃいませ、ありがとうございます、はい。かしこまりました、少々お待ちください、申し訳ございません、そういう言葉っていうのは言葉だけなんで、届かなきゃ本当に意味ないんで、自分の言葉で喋ろうっていうのは言ってます。なるほどですね。そうですね。なんで多分うちの空気感って独特だと思うんですけど、まあ、全員が本当にそういうふうに意識して、どうやったらお客さんが気持ちよく帰るかっていうのを意識してやってくれてるんで、本当ラーメン界一カラッとしてる。あとはまあ本人が楽しまないとダメです。よく楽しんでやろうとかって言うんですけど、それをまあ本当にやれてるのかどうか。確かに確かに。僕は本当毎日こうワクワクしてこういうのを作ったらどうなるって、お客さんの顔を見て楽しくて、こういうワクワクをずっとこのワクワクを継続させるって結構難しいです。確かに確かに。あれは美味しい米さんでしょ。はい、気をつけておかけください。はい。